こちらの機械を操作する女性、ベトナム出身の外国人材、スエンさんです。スエンさんが働くのは群馬県高崎市にある三新工業株式会社。プラスチック射出成型品の製造事業を行っています。令和5年7月時点で社員64人が勤務、そのうち16人がベトナムとネパールから来た外国人材です。令和5年度に群馬県多文化共創カンパニーに認証されました。群馬県多文化共創カンパニー認証制度は、多文化共生・共創社会の実現に向け、令和3年度に創設した制度です。外国人材を雇用し、彼らを仲間として迎え入れ、共に活力を作り出している事業者を認証しています。令和4年度までに8事業者を認証し、令和5年度は新たに3事業者を認証しました。三新工業では、先ほどのスエンさんをはじめとして、多くの外国人材の方が活躍しています。こちらは機械のオペレートなどを担当しているネパール出身のタパさんです。タパさんは現在、在留資格、技術、人文知識、国際業務、通称技人国で働いています。タパさんに三新工業の魅力や日本での生活について伺いました。働くきっかけは、私こっち来る前に他の会社で働いていますけれども、会社潰れちゃって、その後三新工業の前から知ってて仕事を始めたね。お休みほとんど家の掃除と、あと買い物に行ったり、あと自分のための畑もやっていますので、畑のところ行っていろいろ見たり。タパさんから見た三新工業の良いところはどこでしょうか。三新工業の中のマネジメントが一番いいと思いますので、あとみんな働く人、会社のルール回りながら働いています。仕事のために使う道具とか、なんか整理整頓で置いてあるし、最初はね大変ですけど、でも教える方が簡単で言葉も分かるようにやってるから、そこは大丈夫。楽しいね、みんな優しい、楽しいですね。続いてこちらはベトナム出身のルアンさん。現在在留資格特定技能1号で働いており、金型交換などの業務を担当しています。学生の時、日本に働いていると思い、職業が紹介のセンターに行く三新雇用の会社のメッセージに合格します。しまち友達とサッカーをやっています。あと来年目標が1級技能検定は合格することで、たくさんの時間をかけて勉強します。ルアンさんはプラスチック成型技能士2級の資格を持っており、現在1級の資格取得に向けて勉強しています。会社は外国人たちの技能検定は売れています。三新工業では外国人材をはじめとして社員全員の技術開発支援に力を入れているそうです。外国人材採用のきっかけや独自の技術開発支援について、三新工業株式会社代表取締役社長香川照之さんにお話を伺いました。私どもの会社では2005年からベトナム実習生の受け入れを始めました。当時はやはりどちらかというと、作業者としての対応が多かったです。7年ぐらい前からは、作業者じゃないと、これは技術者として育てなきゃいけないという内容に切り替えました。それを勝ち取ったのは実習生たちの就業する態度であったりだとか意欲っていうのが感化させたというところが大きかったと思います。今でいう実習生3号ですかね、3年から5年に延長する部分に関しましては、最低限でも3級技能士を取得していること、特定技能生に関しましては5年終了した時には2級技能士の取得をしていることというようなハードルを作ってますし、それは一応基準としております。一番良かったのは日本人の若い人が感化されました。試験もしくは教育に対して非常に前向きに今は挑んでくれております。
全体のレベルアップになるかなと思います。空いてる設備を利用して実技試験と同等のうちの機会を貸し与えてですね、日本の技術者の中で一級特級の方々がそこに当たってですね指導しているということですね。こちらは非常に大きいようです。日本語に関しましては、私ども会社で行うのは、日頃から問題集を渡して、OJT 的にですね教えてくれ、技能士になるための学科に特化してます。技能士の試験に合格するため自主訓練という形で技術を深めているようです。それでは香川さんが外国人材と共に働く上で大切にしていることは何でしょうか。ベトナム実習生に関してですけども、実際に日本人学校ですかねに出向きまして面接を行っております。説明した内容に対しての理解力、それと作業性の正確さとか的確にちゃんとそれを見ているのか見ていないのでチェックさせていただいて、全員それはさせます。もう一個思い入れですよね。そのものづくりってことに対してちゃんと興味があるのっていうのを、その気持ちがないと技術者になれないんですよね。外国人材との競争を続ける香川さんから県内事業者の皆さん、そして群馬県に興味を持つ外国人材の方にメッセージをいただきました。群馬はね非常に暮らしやすいところだと思うんで、そういったところでは普段の生活が安心できますよとかね、本人たちのライフプランですね、資格という力をつけてあげることが、その後残るにしろ帰るにしろ、私どもとしてはそこまで育てたと。日本人だから外国の方だとか、そういう垣根をねやっぱり取り払う、そのたった一つの気持ちさえあれば全く問題ないと思うんですよね。あとやっぱそういう外国の方の考え方も受け入れないと、国際社会になっていくので、日本の考え方をただ押し付けようと思ったらダメだと思いますね。お互いに理解するっていう、その気持ちさえ持てばチャレンジしてほしいですね、いろんな国。最後にタパさんとルアンさんから群馬県に興味がある外国人材の方に群馬の良さを紹介していただきました。いい天気とか、あと地震いないとか。群馬県の周りの環境がいいし、山あってきれいに街だと思うけど、で遊ぶところもいっぱいあるし、で会社を送って自分のやりたい仕事も探すに楽し。三新工業では外国人材が将来的に日本でも、そして母国に帰国後も長く活躍できるように本人の成長を支援する体制を整えていました。三新工業をはじめ多文化競争カンパニー認証事業者の取り組みを皆さんもぜひ参考にしてください。